さて今回もバイク雑誌タンデムスタイルの取材のついでに動画を回させてもらおう動画でございますけれども、今回ですね、ヤマハの XSR900GP というこのかっこいいバイクに乗ってですね、キャンプに行きますが、今回何やらややこしいっていうか粋なものを作るようです。都内のデイキャンプ場にやってきました。くっそ暑いわ。これは暑い。このくそ暑い中ですね、もう汗だくです。料理の方やっていきます。暑い。さて岩崎さん、はい、今日何するんですか？この炎天下の下も回らへん状態の中で本当ですね。やっぱり夏ということでですね、夏の料理、それもなんか江戸にちなんだ料理を2品。江戸にちなんだ料理を2品生意気ですね。なんかそんな江戸にちなんだ料理を2品、はい、で一つはなんか江戸料理を研究されている方が開発した枝豆と香味寿司。ちらし寿司的なことですか？な感じでしたね。はいはいはい、なんか気持ちちょっと爽やかな感じのご飯になってました、夏っぽい、はい、でもう一つがなんか昔からの裏里っていうなんか裏里、はい、全くよくわからないんですけど、昔ながらの大根おろしになんかちょっといろいろ、ほんでしっかり絞ってみたいなやつですね。そんな感じだと思います。はい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 。ほんまにもう昔ながらの料理、精進料理みたいなやつやな感じを受けましたね。はいはいはい。それを夏にはすごい渋いな今日きちんとでもこれもさっき買ってきましたんでこれも買ってきていただいて、夏のこの企画定番のノンアルビール、はい、マジこれ全く作ったことないから作り方が全く分からへんな。でこの具材を、新生姜は何するんですか？みじん切りのはずです。みじん切りで上に乗っける系か。完成形がこんなんですね。でまあじゃあそっか、細かく刻んでちょっと和えるんか。っていうか米炊かなあかんやん。米から炊きましょう。はい。その前にポカリいっぱいもらっていいですか？死んでしまう。さあでは調理開始していきましょう。今日この日ね、ほんまにむちゃくちゃ暑くて、8月中旬やったんですけど、めちゃくちゃ暑かった。とりあえずお米を炊きにね、水場まで行きます。水場に行きまして、蛇口から水を出します。1合ですね。1合炊きます。ちょっと洗いまして、1合分の水、シャラカップあるとね、こういうの測るときに便利でございます。さあ風も結構強かったですね。浸水してる間にちょっと具材切りますわ。はい、具材切っていきます。いつものようにですね、こじらせ包丁とこじらせまな板ゴーアウト、これ得意ビデオスターの方で販売中でございます。これでですね、具材をどんどん切っていきます。今回はお米炊く以外には火を一切使いません。すごい簡単ですけれどもね。まずこれ生姜ですね。生姜を細いすいません、みょうがです。まずみょうがをみじん切りですね。お米に混ぜますんで。このキャンプ場本当に羽田空港の真横なんでね、しょっちゅう飛行機通ります。飛行機マニアの人にはすごい嬉しいんじゃないでしょうか。みょうがみじん切りしまして、今度生姜ですね。生姜も、これ細みじんみたいな感じですかね。細切りにして。あんま生姜なんかみじん切りにしたことあんまないんでね、すりおろす以外であんまり使ったことないから、とりあえず適当な感じで、細いみじん切りにしていきます。今回ね、この江戸時代の料理みたいなことなんで、どんな感じになるかっていうねことなんですけども、はい、しそこれね、巻いてしそ切ると切りやすくていい感じにしその細切りにできますんでね。これずいぶん前に動画を見ていた視聴者の方からコメントでね、こういう切り方するといいですよって教えてもらいました。ありがとうございます。学びです。でいい感じにまとまりましたね。これであと酢飯作ってこれを混ぜていくだけなんですけれども、
はい、あと枝豆ね、これまあメインの具材、枝豆をひたすら、江戸時代のとこれ食べてたんですかね、やっぱり。そうですよね。ひたすら枝豆をプチプチと出していきます。ザ和食ですもん。はい。ザ和食。昔の人はこういうのを食べてたから健康やったんでしょうね。油も一切使いませんしね。まあヘルシーですよね、めちゃくちゃね。まあそもそも日本人っていうのはこういうので体がちゃんと構成されてきたんですよね。今いろいろ油もんとかいろんなもん食ってますけどもね、肉とかね。たまにはこういうものを食べて日本人の食の原点を思い出してみるのもいいんじゃないでしょうか。なんで今回これになったんですか。夏料理なんか別にもっといろんなあるでしょ。そうめんとか。和食と江戸をかけたら何が出てくるんだろうと思って。江戸はどっから来たんですか。いや、ここ江戸だから。江戸前じゃないですか。江戸前だから。そう。やっぱり穴子とかでいやなんか穴子とか料理大変そうだなと思って。いや全然別にそうなんこれとなんならこっちの方が大変な場合もありますよ。マジっすか。別に穴子生買ってきて焼くわけでも、まあ焼いたとしてもそんなに大変じゃないし。なんかブチブチ言いながらねやっております。まあ何分あんまり作ったことない料理やったんでね、ちょっとどうなるかっていうのが不安でした。こんな渋い料理来ると思ってなかった。ね、渋い料理ですよねこれね。でもこれマジでねおすすめです実は。したら米炊くか。はい。さあ米炊いていきましょう。綺麗に枝豆がね、どうですかこの枝豆の綺麗なグリーン、そしてこの大葉のグリーン、みょうがの赤、生姜のこのなんていうか白というか綺麗ですね。さあ炊いていきましょう。手をきれいに拭きまして、お米はねしっかり浸水15分以上してますんできれいに炊けると思います。飛行機がめっちゃ見れます。いつものように香りで確認。若干焦げ臭がしてはい、いい感じに炊けてますね。はい、綺麗に炊けていると思います。これも浸水のおかげです。浸水命。一旦冷まさねばある程度酢飯にするんやったら冷ましましょう。で冷ましているうちにですね、もう一品の裏里作ります。叩き梅干し、もみのり、おかかに醤油。ね、めんどくさいですけど大根は剥きましょう。まあみんな剥くか。ですりましょう。このするのがこんだけの大根すろうと思うと結構腕疲れましたけどね。まあキャンプなんでこれまあ土台もちょっと動くし、まあ、すりにくいっちゃすりにくいんですが、で一応すれましたね。何分5分10分ぐらいかかったかな。で、まあ、これもね家やったらまあギュッと手で絞るんですけれども、なんとなくねちょっとこの日ちょっと汗もかいてたりとかするんで、手で絞るのもなんかちょっとねあれやなと思ったんで、一応ジップロックあったんでジップロックに入れて絞るというシステムでいこうと思います。本当ね家ならもっと簡単にできるんですけどね。でごめんなさい、大根の汁、まあ、大根の汁やからいいでしょうってことでちょっと地面に放出させていただいてます。絞れました。なんとなく和食屋さんとかでなんかこんなん出てくるの見たことありますよね。ぎゅーっと大根絞ったやつね。でこの梅潰して、まあ、要は梅潰して大根と混ぜてとか、あとも海苔とか全部混ぜていくんですよ。本当にもうシンプルな、まあ、これガチで昔の人食ってたんやろなみたいな感じの料理ですね。で海苔潰す。さすがに海苔は手でいきます。綺麗に拭きましたんで。でカツオですね、おかかいて、こんな料理初めて見たね。初めて、まあ初めてでもない、まあ初めてか。で醤油ですね、醤油いって、もうこれでいけると。うまそうな。でほんま味付き大根おろしですよね。裏里。裏里
できました。まあ味は想像つくでしょ。もうその味です。さあそしてまぶしていきましょう。酢飯作りますから、もうほんま酢もこれほんまはね、ちゃんと酢もねこの1合に対して測った方がいいんですけれども、もうざっくり目分量でいきました。ちょっと味見しながらねいきまして、でそこに枝豆、この枝豆のグリーンは本当綺麗ですね。爽やかで。爽やかです。綺麗ですよね。枝豆麦ご飯ってなんかすごい綺麗もんね。はい。丁寧な暮らしの人みたいですね、なんか笑っちゃいけない。雑誌、そういう雑誌あるじゃないですか。丁寧な暮らしの雑誌。丁寧な暮らしの人に憧れる人たちが読む雑誌。インスタとかで流れてくるじゃないですか。丁寧な暮らしの人。チャンネルがあるんですね。やっぱそういう丁寧な暮らしの人のアカウントはやっぱり丁寧な暮らしの人が作る食事が載ってるわけですよ。でそれに憧れてる人がコメントするわけですよ。丁寧な暮らし憧れますみたいな。うまそうですね。いやめっちゃうまそうです。丁寧な暮らし憧れますね。してみたいもんです。丁寧な暮らし。できました。できました。これ結構いい見た目じゃないですか。なんかこう料理で量を感じる。なんか冷たい食べ物とかじゃなくてもなんか量って感じるんですね。いただきます。いただいてください。いい音。やっぱ炎天下の中で飲むノンアルビールうまい。うまい。よし。さあいただきましょご飯からいきます。よいしょ。うまいんじゃないですか。お久々のうまい。やったうまい。うまいっすか。やった。爽やか。おお。わあ。江戸を感じるな。このそもそも枝豆ご飯がうまいから。江戸を感じるわ。これマジぜひやってほしい、皆さんに。夏の昼飯晩飯、はい。このヘルシーやしね、最高。枝豆とかの分量とかも全部もう抜群ですね。今回いいですね。問題のそれ浦里行きますね。おいしい。野菜だけでこんな美味しいご飯作れんねや。この2つは合うんですか。合います。要は梅おかか大根おろしやから、ご飯合うんですよね。これは美味しい。前回はね、もう残念ながら焦げパンでしたけど。いただきます。どうぞ。夏これいけますね。夏感じますよね。めっちゃうまい。これはうまいわ。爽やか。ね、いや美味しい。美味しいですよね。その対してなんか味ってついてないのに、素材の味でうまい。はい、めっちゃうまいです。いや美味しい。こんなことでもないとこんな絶対作らへんからな、家で。存在しななあ。これ大人の皆さんぜひやってみてください。大人はこの味の美味しさわかると思います。ご視聴ありがとうございました。